皆さんこんにちは。映像クリエイターのしゅんです。本日なんですけれども、冒頭で見ていただきました映像素材を使って実際にダヴィンチリゾルブで春にぴったりなフィルムルックで、かつ柔らかくて少し温かみがある、そんなカラーグレーニングのテクニックについて1から10まで詳しくご紹介できたらなと思っております。今回動画でオリジナルアートを紹介するんですけれども、そちらもプレゼントできたらなと考えておりますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。はい、では実際に今回ダヴィンチリゾルブのカラースペースを使って編集していきたいと思います。まず簡単にノードについてのご説明をさせていただきますと、こちらの部分ですね、これが今回プライマリーで、色のカラーコレクションをさせていただいておりまして、残りの部分で、実際に色のニュアンスとしてカラーグレーディングをしていく感じになります。では早速グレーディングを始める前にですね、まずはカラースペースの設定についてご紹介するんですけれども、プレミアでもダヴィンチリゾルブでもそうだと思うんですけど、書き出した映像の色が編集時と若干変わるっていった現象が起こる時があると思います。今回ご紹介する設定については Mac を使用される方におすすめのダヴィンチリゾルブでの色のガンマシフト問題の解決方法になりますので、そちらご紹介させていただきます。まずはダヴィンチリゾルブの環境設定を開いていただいて、こちらの一般設定で10ビットイメージを表示っていうところと Mac ディスプレイカラープロファイルをビューアーにしようっていう欄にチェックを入れていただいて保存を押してください。そして、設定開いていただいて、こちらのカラーマネジメントのページの、タイムラインカラースペースを REC709 の A に変えていただいて、出力カラースペースは REC709 のガンマ 2.4 に変更してください。Mac の OS の色管理っていうのは結構特殊で、特定のディスプレイプロファイルを使用しているので、通常の REC709 と違って、REC709 の A っていうのは Apple のディスプレイカラープロファイルにより適切に対応しているんで、こちら使った方がより正確なガンマレンダリングっていうのができると思います。こちらの設定することで色のシフトっていうのを修正できる場合があるので、ぜひ試してみてください。はい、では実際にまずプライマリーから、ノードを構築していきたいと思うんですけど、まず行いたいのがカラースペース変換なんですけれども、エフェクトのタブに、カラースペースと打っていただくとカラースペース変換っていうのが出てくるので、こちらで、ご自身でお使いのカメラの、設定カラースペースを選んでいただいて REC709 に変換をしていく形になります。今回私の素材が FX3 で S-Log3 の S ガマットシネで撮影したものになりますので、入力カラースペースは S ガマット3シネで、出力カラースペースに関しては REC709 になりますので、こちらから REC709 とガンマ 2.4 選んでいただく形になります。で、カラースペース変換よりも前の部分でホワイトバランスとサイド、そしてコントラストの調整をしていきたいと思います。で、こちらのカラースペース変換よりも前のノードで、露出であったりホワイトバランスの調整を行う理由なんですけれども、そもそもカラースペース変換っていうのは映像の色相であったりとかサイドとか、輝度っていうところの変換の基準となる色空間に合わせて変換されるような形になると思うんですけれども、露出をそもそも正しく設定していないと色空間の変換時に色の再現性っていうのが損なわれるので、予期しないところでこう色の変化であったりとか破綻っていうのが起きちゃう可能性があるので、カラースペース変換よりも前に露出であったりとかホワイトバランスを、調整することで、なるべく色情報っていうのを失うことなく変換していくっていうような意味合いになります。まずはホワイトバランスの調整をしていきたいんですけども、こちらのホワイトバランスに関してもサイドを上げる前に調整することが重要になってきます。ホワイトバランス調整する前にサイドを上げちゃうと不自然な色かぶりっていうのが起こる可能性があるので、なるべくサイドを自然に見せることっていうのを、注視してホワイトバランスをサイドよりも前のノードで編集していく形になります。こちらのホワイトバランスはこちらの色温度をいじることで調整することもできますし、エフェクトで調整することもできるし、いろいろやり方はあるんですけども、今回はオフセットを使ってホワイトバランスの調整をしていきたいと思います。
オフセットを使うメリットに関しては、映像全体の色のバランスを一気に調整することができるので、非常に感覚的にやりやすいのがオフセットでの調整になります。プライマリーのカラーホイールのオフセットっていうところを使って、色を転ばせてあげることでホワイトバランスの調整を行っていきたいと思います。スコープの方を見ると分かるように色がどこに転んでいるかっていうのが分かるので、そちらでホワイトバランスを調整したり、あとはベクトルスコープを使って調整していくような形になります。少しこちらのスコープ見ると赤に寄っているのが分かるので、若干青の方にシフトさせることでホワイトバランスの調整を行っていきたいと思います。はい、こんな感じですね。こちらがビフォーでアフターで、ちょっと暖色によっていた色っていうのを青側に振って、ホワイトバランスを整えるような形になります。で、実際こちらマウスでやるってなったらかなり微調整難しいと思うんですけど、そういった時には、こちらのカラーのタブのプリントライトホットキーっていうところをチェック入れていただくと、点キーを使って、RGB っていうのの微調整をできるので、微調整に関してはこちらのプリンターライトホットキーっていうのを使って、点キーの数字を使って直接操作することができるのでおすすめです。例えば、7とか4を押すと赤のチャンネルだけを微調整できたりとか、マウス操作よりもより精密な調整っていうのが可能になるので、こちらのプリンターライトホットキーっていうのは私自身もよく使うのでおすすめになります。そして次に、サチュレーションの調整をしていけたらと思うんですけども、こちらサイドの上げ方もいろいろございまして、こちらのカラーブーストを使って上げることもできますし、サイドを使って調整することもできます。こちらのサイドもいろいろやり方はあるんですけれども、プライマリーを使用してサイドを上げてしまうと画面全体にコントラストがついて、全体的に明るくなったように見えてしまうので、今回は HSV 色空間っていうのを使ってサイドを調整していきたいと思います。こちらのやり方なんですけども、ノードを右クリックしてカラースペースの、カラースペース自体を HSV に変更していく形になります。で、実際今回はサイドだけの調整を行いたいので、こちらのチャンネル123ってあると思うんですけども、チャンネル2に関してがサイドの調整になりますので、こちらの方チャンネル2以外をチェック外していくような形になります。チャンネルを2だけに設定した上でゲインの方を上げていくと、サイドが上がりつつ全体の輝度は落ちていくっていうような、調整の仕方ができるようになります。こちらを使ってサイドを上げていくんですけれども、後からカラーグレーディング時点で色をどんどん足していくので、プライマリー時点ではうっすら、サイドを上げていくような形で調整できればなと思います。はい、次にコントラストの調整をしていきたいと思います。新しいノードを追加してコントラストを追加していきます。コントラストを当てる際、通常は、コントラストのこのコントラスト値っていうのを上げて、プライマリの段階でコントラストをつけていく形になるんですけれども、今回ですね、カラースペース変換の後にラットを当てていくんですけども、そちらの際に、コントラストをつけていくようなやり方で行っていきたいなと思っているので、このコントラストのノードに関しては少しコントラストを弱めつつ明るさの調整をしていきたいと思います。まずスコープ見ながら明るさっていうのを調整していきたいんですけれども、全体的にちょっと明るめなふんわりした雰囲気を出していきたいので、明るく調整していきます。でちょっと、中間色に関してはこれぐらい明るくした上で、原因でちょっとハイライトが強すぎるので下げていって、原因で下がった部分に関してはガンマを使って少し上げていきます。で今回はちょっとコントラストを弱めるので
0.85 ぐらいにして、でビネットでこう下げつつで調整していけたらなと思います。でこんぐらいですかね。これがビフォーでアフターでも全体的にちょっと明るく調整していけたらなと思います。で次に、ラットを当てていきたいと思います。ラットっていうのはご存知だと思うんですけど、ルックアップテーブルの略で、コントラストであったりとか色情報をプリセットとしてファイル化したものになります。ここで自分の好みに合わせたラットっていうのを用意しておけば、ログ撮影時であったりとか、ログの編集時に使用することで、こう世界観を作ることができるので、このタイミングでラットを当てていって、世界観を作っていけたらなと思っております。で、今回なんですけど、パラレルノードにして、ラットを2種類当てていきたいなと思うんですけれども、まず1つ目に当てるラットが、ソニーの公式サイトから出ている、市川亮さんの木漏れ日っていうベースラットを当てていきたいと思います。こちらいろんなですね、フィルムルックなラットからこういうモノクロのラットまでいろんなラットを用意していただいているので、ぜひ、無料ですのでダウンロードして使ってみてください。ただこちら見てもらえると分かるように、本来こちらのラットについては S-Log3 のカラースペースに対応したラットになるので、そのまま当てちゃうと色破綻っていうのを起こしてしまいます。なので今回の使い方としては、キー出力の原因を薄めることで自然な形で色のニュアンスを足していくような、映像に馴染むような形で組み込んでいきます。これがビフォーで、これがアフターですね。こちらの市川亮さんのこの木漏れ日のラットなんですけど、特徴としてはティールとオレンジの色相とサイドを少し強調した上で全体的に輝度を下げて、シネマ感っていうのを出すようなラットになるので、このさっきのプライマリーのコントラストでちょっと明るめに作ったのもこちらの木漏れ日ラットで全体的な輝度が下がっちゃうので、こちらのプライマリーのコントラスト時に、露出明るめで、調整したような意味合いになります。でこちらだけでももう十分綺麗な、映像になったんではないでしょうか。これだけでも十分良い雰囲気っていうのを出せるんですけど、今回の、素材に関しては春にぴったりなフィルムルックを、作成したいということで、より春のノスタルジック感っていうのを出した、オリジナルラットを当てていけたらなと思います。こちらの私が作ったスプリングというラットを当てていきます。こちらのラットなんですけれども、まずシャドウを少し引き締めて深みを加えることで映像に少し落ち着き感っていうのを出すのと、あとは青色とティール側っていうのを少し強調することで、より春の、透明感であったりとか、こう爽やかな感じっていうのを演出するようなラットになります。でこちらもちょっとシャドウが締まりすぎるので、キー出力で濃度を薄めて調整していくような形になります。だいたいこれぐらいですかね。こちらがビフォーで、こちらがアフター。全体的にシャドウを引き締めて、ちょっと青色を足したような形になります。こちらのオリジナルラットに関しては、欲しい方がもしいらっしゃいましたら、概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきますので、そちらで、DM をいただけたらプレゼントさせていただきたいと思いますので、ぜひそちらからご連絡をよろしくお願いします。はい、一応ここまでで、全体的な色の調整っていうのを行った上で、ここから、部分の微調整っていうのを行っていきたいと思います。次に私がよくやるのは、ここでトーンカーブを当てて、全体的な微調整、アジャストしていくような形になります。さっきの、オリジナルラットでこうシャドウを引き締めたんですけども、少しシャドウ側を持ち上げて、ちょっとだけ眠たくするような、ミルキーブラックって言われるような調整を行っていきます。あとは全体的に濃度を見てこう微調整していくような形になります。ハイライト側も少し弱めて、
少しだけちょっと眠たくするような形で微調整できたらいいのではないでしょうか。こちらがビフォーで、こちらがアフターになります。で、トーンカーブで色をいじりたいときに関しては、こちらでパラレルノードでもう一つカーブを作って、RGB の調整をしていくこともあります。今回はちょっとシャドウ側の青をもう少し足したいので、こちらのシャドウ側の青を若干持ち上げて調整していきます。逆にハイライト側はもう少し暖色寄りにして温かみを出したいので、少し下げて温かみを出していきます。あとは中間部分の緑を少し上げたいので、ほんと若干上げて春っぽくしていくような形になります。こちらはビフォー、アフター。少し全体的に、青要素っていうのをもう少し足しながらノスタルジックにしていくような形になります。無理に、ラットだけでこう調整するんじゃなくて、こういった形でトーンカーブで微調整していくことで、より自分が理想とする色に近づけていくようなイメージになります。はい、では次に肌の調整をしていけたらなと思うんですけれども、肌をクオリファイアで抜き取ってスキントーンの調整をしていきます。こちらのクオリファイアを使って、肌をクリックして抜いていくやり方もあるんですけれども、こちらの 3D クオリファイアっていうのを使って抜くやり方でもできます。そしてウィンドウのマスクを使って、周りの色も一緒に抜かないような形で調整していきます。で、こちらここら辺の部分の、微調整に関しては、できたらクオリファイアで抜けるのがいいんですけども、最悪こちらのマットフィネスの、プリフィルターであったり黒クリーン、白クリーンっていうのを使って調整していきます。白クリーンっていうのは明るい部分の抜ききれてない部分をこういう形で修復してくれるようなものになります。黒クリーンも同様ですね。こういう形で調整できます。やりすぎると輪郭がボケてしまうんで、あまりこちらの数値は使わずに調整していくのがベストになります。より詳しく色を見たいときは Shift-H で、確認することもできるんですけども、オルトをしてシルトプラス H を押すと、より細かく抜けてる部分抜けてない部分の確認っていうのができるので、こちらで微調整して肌を抜くようにしていきます。クオリファイアを使ってこちらの色相であったりサイドや輝度っていうのを使って微調整してなるべく肌を抜くような形を取るのが理想になるので、時間をかけてなるべく肌だけを抜くような形で調整していくのがベストなんですけど、今回はちょっとそこの部分を省略させていただきます。で、こちらを使ってベクトルスコープを見て調整していくんですけど、ベクトルスコープのこちらのスキントーンインジゲーターっていうをクリックすると、こちらの部分にスキントーンのインジゲーターが出てきます。で、こちら活用して肌の色が理想的な色域に収まっているかどうかっていうのを、視覚的に確認できるので、こちらのスキントーンインジゲーターのラインですね、これが肌色の理想的なラインになるので、こちらを目安に調整していきたいと思います。1点注意が必要なのが、スキントーンインジゲーターってのはあくまで目安なので、必ずここの線上に調整すればいいわけではないので、最終的な微調整っていうのは自分の目でより自然に見えるように調整していくイメージになります。で、今回に関しては基本的にはもうスキントーンインジゲーターの線上に収まっているので、このままで問題ないかなと思うんですけれども、基本的にはこちらの色相を使って色を転ばして調整していくような形になります。で、肌色のサイドなんですけど、だいたい僕の場合は 20% から 30%、こちらの、丸部分で示しているライン上で収めるような形で肌のサイドを調整していきます。あんまりサイドを上げすぎると肌色が濃くなってしまうので、なるべく透明感のある肌っていうのを、特に女性の肌っていうのは調整したいので、
そこの白い丸部分のラインに収まるような形で、色温度をこう下げていったら少し透明感が出てくるので、だいたいマイナス200ぐらいにして、こんな感じで調整していくようなイメージになります。あとは肌色を少し持ち上げて明るくしたいので、ガンマを使って肌の中間色を上げていきたいと思います。で、スキントーンの調整ができたら、次に肌のディティールの調整をしていきたいので、次のノードを開いて、で、切り取ったマスクっていうのをそのまま活かしたいので、こちらの青い線っていうのをつなぐことで、抜き取った部分の調整をそのまま利用できます。で、こちらで、ディティールの調整をしていくんですけど、このプライマリーカラーホイールのミッドディティールを使って、中間部分のコントラストを下げるっていうやり方もあれば、肌を調整するいろんなエフェクトがあるんですけども、今回に関してはソフト&シャープというエフェクトを使って調整していきたいと思います。ソフト&シャープっていうのは映像の一部をソフトにして、テクスチャーの大中小に分けて、それぞれでディティールをソフトにするのかシャープにするのかっていう調整ができるので、こちらのエフェクトを使って肌の調整をしていきます。で、こちらのテクスチャーを下げるとよりソフトになって、上げると、シャープになっていくようなイメージになります。より小さい細かいテクスチャーっていうのは、ソフトにして下げて、下げすぎると輪郭がボケてしまうので、テクスチャーの大きいものに関しては逆にシャープにしていって、戻していくようなイメージで行っていきます。あんまりソフトにしすぎると顔がぼやけてしまって元も子もない感じになっちゃうので、こちらの部分は細かいディティールだけ下げつつ、大きい、輪郭とかそこら辺のディティールに関してはこう戻してあげるようなイメージで調整していきます。こんな感じですね。こちらの細かい部分をちょっとクリーンにしてあげるようなイメージで、小さいディティールっていうのをソフトにしてちょっと肌をきれいに補正していくようなイメージになります。で、次に目の調整をしていきたいんですけれども、まず円形マスクで目を切り取っていきます。人の目をマスクで切り取ってミッドディティールを上げてあげることで、より生き生きとした目に仕上げていくことを行っていきます。で、先ほども紹介したプライマリーのこのミッドディティールですね。こちらの機能を一言で言えば、ハイライト部分とシャドウ部分はそのままにしつつ、中間色ですね。ミッドトーンのコントラストだけ処理して画面を、よりこうシャープ感っていうのを調整するようなツールになります。ライトルームとかスチールカメラの設定項目にあるシャープネスであったりとか、ディティール調整も、原理としてコントラストの調整と一緒なんですけども、同じような原理で、このミッドディティールを上げてあげることで、よりシャープに生き生きとしたような目に見せてあげるような調整をしていきます。はい、こちらがビフォーでアフター、ビフォーアフター。ちょっと目の方をくっきりさせて生き生きさせたような映像に仕上げました。次に、もう一度ちょっと色の方を、締めていくような作業を行いたくて、デンシティ、色の密度を調整していきたいと思います。デンシティの調整方法なんですけど、ダヴィンチリゾルブの19のリリースが最近行われたと思うんですけど、そちらで追加されたカラーグレーディングの機能の一つでカラースライスっていうのがあるんですけども、そちらを使って調整していきたいなと思います。こちらですね、カラースライスっていう新機能が出たんですけども、こちらに関してはカラーの分離と特定の色への影響っていうのを、直感的に操作できるような新機能になりますので、
それぞれ、赤だったら赤、オレンジだったらオレンジ、イエローだったらイエローっていう形で、それぞれの色相であったりとか色の、輝度、密度っていうのを調整することができます。そもそも色の密度って何なのかっていう点なんですけれども、映像における色の濃さであったり深みっていうのを、指すものになりまして、カラーグレーディングにおいては、色彩の豊かさを増すために重要な要素になります。密度を実際に上げることで、よりリアル感というかシネマ感みたいな印象を与えることができる要素になるんですけれども、極端に密度を上げすぎるとちょっと色崩壊したりちょっと不自然な感じになる可能性もあるので、適切な密度の調整っていうのが必要にはなります。目指すビジュアルスタイルに応じて慎重に調整する必要がある要素にはなるんですけども、うまく使えばより世界観を演出することができる要素になるので、おすすめのツールの一つになります。例えばなんですけど、暗い色の密度を上げると深みが増して締まったような映像にもできますし、逆に黄色とか薄い青みたいな色の密度を過度に上げすぎると不自然な色になってしまうので、そこら辺の注意は必要になります。要は密度を調整する際には、シャドウの部分とかハイライト部分の扱いにも注意しつつ、大前提ダイナミックレンジっていうのを損なわないように、ディティールの損失であったりとか色崩壊っていうのを避けつつ深みを与えていくような形になります。カラースライスを使って実際に調整していくんですけども、今回はこの赤色、こちらの密度を本当に少しですね、こうやっていくと赤が上がって上げすぎちゃうとこういう形で色崩壊しちゃうんで、本当にちょっと赤を上げるようなイメージですね。で、スキンに関しても少し本当にニュアンス足しぐらいの形で全体的に調整していくような形になります。今回は青色が主になるカラー構成になるので、シアンとブルーに関しては少しだけちょっと密度を上げて重厚感を増していきたいと思います。はい、こんな感じですね。今まではカラースライスっていうのがなかったので、デンシティの調整っていうのが今回のアップデートによってよりやりやすくなったかなと思うので、カラースライスを使った密度調整っていうのはすごいおすすめなので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、じゃあ次にビネットを加えていきます。ビネットっていうのは被写体の周りを円形マスクで切り取って作っていきたいと思います。ウィンドウのマスクで円形マスクを使って、被写体の周りを丸で囲う感じですね。で、こちらで切り取ってビネットを作っていきます。で、こちら使って反転して周りの周辺原稿を少し下げていくようなイメージです。円形マスクで切り取った上でガンマを使って全体の周辺原稿を少し落としていくような形になります。ここで、場合によっては奥行き感みたいなのを出してより立体的に映像が見えるように、ホワイトバランスをマイナス200ぐらいにして下げることで、ホワイトバランスを少し下げて光体色である寒色寄りにして、さらにブラーを使って周りをぼかしていくことで、より被写体に視線誘導するというか立体的に見えるような形で調整していくような形になります。こちらがビフォーでアフターで、こちらの境界がちょっと分かりやすいなと思ったらソフトネスを上げていって自然な感じにしていくようなイメージです。はい。で、次に、輝度の調整をしていきたいと思います。L vs.S っていうノードを作って、こちらのカーブの輝度 vs サイドを使って黒色に色が被らないような形にしたいので、しっかり黒に締めてカット全体に統一感を出すような、他のカットに関しても黒に色が被らないような形で、カットごとの統一感を出すような調整っていうのをしていきます。このカーブ見てもらったらほとんど黒側には色はないんですけども、こちらを使ってシャドウの部分、輝度が少ない部分、輝度が低い部分のサイドをがっつり落としてあげることで黒をより黒に引き締めるようなイメージです。場合によってはハイライトの白の部分もこういう形でサイドを落として色が被らないようにっていう調整方法もあります。はい、次にグローを足していきたいと思います。グローに関してはエフェクトツールにグローと検索していただくと
リゾルブ FX ございますので、こちらでグローを足していきます。グローエフェクトの使い方としては、質感をより柔らかくふんわりした雰囲気に見せたいポートレートであったりとか、光が柔らかく漏れる環境みたいなのを表現したいシーンですごい効果的なエフェクトになります。ただこれ過度に使いすぎちゃうと、映像が洗いざらいに見えちゃうことがあるので、こちらも適切なバランスっていうのが重要になってきます。で、こちらのグローなんですけれども、明るさの敷地っていうのを調整して、どの明るさレベルの領域にグローを適用するかっていうのを決めていくような形になります。敷地を低く設定すると、より暗い部分にもグローが適用されてしまうので、こちら注意が必要になります。で、こちらの拡散ツールっていうのを使ってグローエフェクトの広がりの具合っていうのをコントロールすることができて、値を大きくするとよりふんわりとした広範囲に光が拡散されるような形になるので、ソフトな効果っていうのを得ることができます。で、こちら使って、全体的にふんわりした雰囲気に今回はしたいので、もう拡散マックスの2にしてしまいます。で、合成の種類が今加算になっているのをソフトライトにしてあげます。その上でまた明るさの敷地を調整していきます。で、こちらのゲインとガンマを使って、グローの全体的な強度をですね、調整していきたいと思います。ゲインを使えば明るい部分が明るくなっていくようなイメージになるので、こちらを使って調整していきます。で、カラーフィルターを使って、今回は画面全体に少し暖色オレンジ色っていうのを足してあげることで、温かみのある光みたいな演出をしていきたいと思います。ちょっとこれだと当たりすぎなので、彩度を若干下げて、光に暖色を足してあげることで、ちょっとふんわりしたちょっと春の暖かさみたいな演出ができたらなと思います。で、こちらはビフォーアフターで全然ちょっと変わってくるんですけれども、場合によってはシャドウ側の方にグローを当てたくない場合はクオリファイアを使って、シャドウ側に当たらないような形で調整してあげる必要もあるかなと思います。あとはキー出力でゲインを下げてあげたりして、グローの当たり具合っていうのの調整をしていきます。はい、こんな感じでグローの調整をしていきます。次にハイライトの調整をまたしていきたいんですけれども、ここでさらに映像をよりダイナミックに感じるような調整がしたくて、映像のハイライト部分だけを抽出してコントラストを強調した上で、色を若干暖色系に調整していきます。まずこちらに関してもクオリファイアを使ってハイライト部分だけ抜いていくような作業を行います。ちょうど肌が当たるか当たらないかぐらいの目安にハイライト部分の色を抜き取った上で、プライマリーの方でコントラストを、1.1 ぐらいですかね、少し足してあげます。で、ハイライト部分のコントラストをさらに際立たせていきます。その上で色温度を、200ぐらい足してあげることで、ハイライト部分に暖色を乗せてあげるようなイメージになります。そうすることでより映像にダイナミックさと、あとは温かみっていうのをさらに増していくようなイメージです。最後に映像にグレインを足していきます。こちら新規ノードを追加した上で、エフェクトでグレインと検索していただくとフィルムグレインが出てきますので、こちらをドラッグ&ドロップでノードに追加していきます。こちらフィルムグレインを使ってテクスチャーとグレインのサイズを調整して、少し映像をフィルムっぽい質感に仕上げていきます。で、こちらに関してもクオリファイアを使って中間部分よりも明るい部分のみにグレインが乗るように調整していきます。シャドウの部分にグレイン乗せちゃうと、シンプルにノイズが乗ったみたいなザラザラしすぎる演出になっちゃうので、それを避けるためにシャドウ部分にはグレインが乗らないような形で調整していきます。こちらのプリセットで、いろんな項目があるので、基本的には好みのノイズで調整していただくのがいいかなと思います。今回ちょっとカスタムを使って
自分自身でテクスチャーであったりとかグレインのノイズのサイズっていうのを決めていきたいと思います。こちらのグレインパラメーターを使ってテクスチャーの方を調整していきたいと思います。こちらグレインのみにチェックしていただくとノイズの出方が出るんで、こちらを見ながら調整していきたいと思います。基本的には好みのプリセットであったりとかカスタムに関しても好みのパラメータっていうのを探してみた上で自分が好きなフィルムの質感っていうのを作るのがいいかなと思います。こちらで全体のカラーグレーディング終了になります。こちらがビフォーで、こちらがアフター、ビフォーアフターになります。はい、皆さん本日はこのチャンネル初めてのカラーグレーディングについてご紹介させていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。今回ダヴィンチリゾルブを用いた色調整の、基本から応用テクニックまで幅広くカバーしてご紹介させていただきました。今回学んだことを実際にご自身で実践していただけたら嬉しいなと思います。今後もこういったカラーグレーディング等の動画を上げていけたらなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいです。もし今回の動画で不明点等あれば気軽にコメント欄でご質問していただけたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。映像クリエイターのしゅんでした。ありがとうございました。